こんにちは、ピヨピッコです。年末に公開した足長ボディ、たくさんの方に作ってもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。まだ作ったことないよという方は、作り方動画を合わせて公開しているので、ぜひ作ってみてくださいね。体型が特徴的でとっても可愛いボディなのですが、メリハリのあるボディだからズボンを作るのが難しいというお声をいただきました。ということで今日は、足長ボディ用のボトムス3種類の作り方をご紹介したいと思います。シンプルな長ズボン、靴下で作るレギンスとタイツです。ミシン、手縫い、どちらでも作ることができるので、ぜひ作ってみてくださいね。型紙はブースで公開しています。ボトムス3点セットになっていて、15、20センチそれぞれのサイズでダウンロードできます。概要欄にリンクを貼っているのでチェックしてみてね。長ズボンの作り方。まずはシンプルな長ズボンの作り方です。ボディに沿った細身なシルエットで、腰にゴムを入れなくてもしっかり履かせられます。オーソドックスなジーンズやコーデュロイパンツ、スムースニットでレギンス風にもなります。やや厚手ですが、100均の合皮でも作ることができました。型紙を裁断ラインで切ります。この矢印は生地の向きです。方向が決まっている生地を使う場合は、これに沿って裁断してくださいね。生地の表面を内側にして2枚合わせにします。チャコペンで型紙を書き写して2枚まとめて裁断します。これで左右対称に2枚ずつ切り出せました。前と後ろのパーツの形が似てるので、間違えないように気をつけましょう。少し太い方が後ろ身頃です。縫い代は7ミリで縫います。縫う場所がわからないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は仕上がり線をチャコペンで書いておいても OK です。では縫製していきますね。前、後ろそれぞれの生地を中表にぴったり重ねて、この部分を縫います。ここは股上になります。ミシンなら直線縫い、手縫いなら半返し縫いで縫います。縫えました。縫うときは端まで縫ってくださいね。縫い代を割ります。縫いの服って小さいし、わざわざアイロンを使うのはめんどくさいですよね。そんな時はこのコロコロオープナーがおすすめです。コロコロするだけで綺麗に折り目がつく便利なアイテムです。概要欄にリンクを記載しておくので気になる方はチェックしてみてね。ウエスト部分を7ミリの位置で折り返し、折り目をつけます。折り目から4ミリの位置を縫います。待ち針とクリップ、お好きな方をご使用ください。縫えました。前と後ろを縫い合わせます。両脇を縫います。一気にズボンっぽくなりましたね。縫い代を割ります。裾を折ります。裾から5ミリの位置を縫います。こんな感じに縫えました。
前と後ろの股下を合わせます。股下を縫います。縫えました。股下の縫い代も割っておきます。表に返します。これで完成です。着せてみますね。シルエット重視なのでかなり細身のズボンになっています。少し厚手の生地で作る場合は、縫い代を減らしてもいいですね。型紙をアレンジしてショートパンツや七分丈にするのも可愛いですね。レギンス、タイツの作り方。続いて靴下を使ったレギンスとタイツの作り方をご紹介します。ボディにフィットするので、足長ボディのシルエットが綺麗に出るのが嬉しいですね。今回使うのはこちらの靴下。片足で1着作ることができます。今回は20センチボディ用にレディース靴下を使います。推奨の靴下サイズは型紙に記載してあります。まずはとっても簡単なタイツから。手縫いでも作れますが、ミシン推奨です。まず靴下を裏返しにして、歪みを整えます。縫い代の線がありますが、縫い代はさほど重要ではないので、内側の縫製ラインで型紙を切り出します。型紙を履き口に合わせます。やや幅が大きめだったので、片側に寄せて配置します。ずれないように型紙ごと待ち針で固定します。ミシンの場合は、そのまま型紙に沿って縫います。手縫いする場合は、ペンタイプのチャコペンで印をつけてから型紙を外して、半返し縫いで縫ってくださいね。縫う位置が多少ずれても問題ありません。縫い代を取って裁断します。ギリギリで裁断するとほつれやすくなるので、縫い代は気持ち多めに残します。股下にも切れ込みを入れます。縫い糸を切らないように注意してくださいね。ミシンがある場合は端をジグザグ縫いしておくとほつれ止めになりますよ。表に返します。これで完成です。靴下はかなり伸縮性があるので、多少の縫いずれは気にしなくても OK。編みタイツも簡単に作れますね。続いて靴下で作るレギンスの作り方です。裾を作る必要があるので、タイツよりはやや難易度が高いです。まず靴下の歪みを整えます。型紙を靴下の履き口に合わせて、裾をカット。左右のバランスを確認し、股下にも切り込みを入れます。靴下を裏返します。ひっくり返すときに裁断した部分を引っ張って伸ばさないように注意しましょう。靴下の裁断面はほつれやすく、一度変形すると元に戻らなくなります。裾を裏側に1センチ折り上げて、待ち針で固定します。ミシンなら直線縫いで縫います。手縫いの場合は、千鳥掛けがおすすめです。千鳥掛けはこちらの動画でご紹介していますよ。
裾が縫えました。股下の切れ目をぴったり合わせて待ち針で固定します。股下を縫います。ニットはかなり縫いにくいので、下に紙を敷いて一緒に縫うと縫いやすくなりますよ。縫えたら紙をちぎって取り外します。表に返します。これで完成です。着せてみますね。これは10分丈レギンスですが、丈を調整すると7分丈や5分丈も作れますね。ちなみに上下を逆にして裾をフリルにすることもできますよ。いかがでしたでしょうか。ボトムスがあることで縫いのコーディネートがさらに広がりそうですね。ボトムス、そして足長ボディの型紙はどちらもブースで公開しています。縫い活にぜひご活用くださいね。ここで大切なお知らせです。ピヨピッコのチャンネルでメンバーシップピッコクラブが始まりました。メンバーだけが使えるスタンプや普段は動画にしていない刺繍シーンの裏側、縫いデザインの制作風景などをメンバー限定で公開。詳しくは概要欄をご覧いただけると嬉しいです。皆様の応援がぬいぐるみ制作の大きな力になります。どうぞよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ピヨピッコでした。